Google Apps スクリプトでプログラムを作成したので解説します。今回作成したものは蔵書検索システムです。仕組みは Google スプレッドシートを作成し、蔵書データを保存するシートと検索用に利用するシートを作成します。その上に GAS プログラムが載っています。まず、このように蔵書 DB シートと検索用 DB シートを作成します。シート名は後ほどのプログラムコードと関連づいていれば良いです。蔵書 DB シートの項目です。通番、入力用 ISBN、書籍名、著者名、出版社名、出版日、ISBN13、ISBN10 です。ISBN の項目が複数ある理由は、別で書籍データを管理している Excel データがあるからです。今回は紹介しませんが、入力 ISBN を元にして書籍データを引っ張ってくる VBA を活用しています。次は、検索用 DB シートについてです。クエリ関数を用いて、必要な列を抽出しています。これは、蔵書データを直に触ることなく検索を行うためのものです。なお、蔵書データについては、蔵書 DB というテーブル名を付けています。Select A、C、D、E というのは、通番、書籍名、著者名、出版社名を指します。さらに、C 列の書籍名が空欄でないものを抽出する命令が続いています。蔵書データの1行目が見出しなので、1を引数にとってクエリ関数を組んでいます。それでは、拡張機能から Apps スクリプトを開きます。コード、GS は GAS プログラムのメインの部分です。プラスボタンを押して、インデックス、HTML ファイルを作成しておきます。サービスの部分では、スプレッドシートを扱うためのシーツを指定しておきます。GAS プログラムのコードを見ていきましょう。はじめに、シートを示す定数を定めておきます。この部分は、この GAS に紐づいているスプレッドシートを指します。続けて、検索用 DB というシートを指すようにしています。これで、SH という定数を用いて、検索用 DB シートを指し示すことができます。次は、HTML で書いたデータを Web アプリケーションとして表示させるプログラムです。この部分で、インデックス、HTML のデータを指し示しています。続けて、他のサイトで埋め込み可能かどうかを指定します。とりあえずデフォルトとしておきます。ターゲットの関数値として、この HTML をリターンして返しておきます。検索用 DB シートの最終行を取得します。検索用 DB シートのデータ範囲を指定します。そしたら、検索用 DB シートのデータを読み込みます。1行目は見出しなので、0番目を指定して、データ0と書きます。次は、見出し部分のチェックと列番号の取得です。見出し部分のチェックは念のために書いています。書籍名、著者名、出版社名が記されている列番号を取得します。次は、検索結果を格納する場所を用意しておきます。検索しやすいように、書籍名、著者名、出版社名の文字列を加工しておきます。次は、1行ずつ、データを読み取っていきます。データベースの用語で言えば、レコードですね。もし、通番と書籍名の部分が空欄なら処理をスキップします。次は、読み取った1行データと検索文字列との比較です。コードがやや長いですが、検索文字列が含まれていたらトゥルーを返します。書籍名、著者名、出版社名の部分の文字列比較で全てトゥルーとなったら、検索結果のデータとして追加します。なお、この検索部分については、トライ、キャッチ文を使うことで、エラー処理をしていきます。主にタイムアウトした場合はエラーとなります。最後に、見出しとなるヘッダーと、検索結果であるマッチ図を関数値として返してメインとなる検索プログラムは終了です。続きまして、インデックス、HTML の部分です。主に Web アプリケーションの表示部分となります。はじめに、フォントの種類や大きさなどのデザインを司る CSS 部分を記述します。次に、検索画面の入出力を行う部分です。
左のように簡易的な表示になります。プレイスホルダーで検索枠内に文字を表示させることができます。検索ボタンを押すと、後ほど記述するサーチボタンというプログラムが実行されます。リセットボタンを押すと、後ほど記述するリセットボタンというプログラムが実行されます。検索結果を表示する部分は、リザルトという ID を振っておくことで、後ほど記述するプログラム内で操作することができます。では、検索ボタンを押した時のプログラムです。先ほどの GAS のプログラムはサーバ側の蔵書データをメインにいじる処理を行いますが、こちらは利用者側の表示部分なので、インデックス、HTML 上でプログラムを記述します。まず、検索結果を表示する部分を読み取り、検索中という表示に変えておきます。書籍名、著者名、出版社名の入力データを検索しやすいように加工しておきます。書籍名、著者名、出版社名の入力データをサーバ側の GAS プログラムに引き渡して実行します。もし失敗したらディスプレイエラープログラムを実行しエラー表示させます。もしうまく処理がされたらディスプレイリザルツプログラムを実行し検索結果を表示させます。こちらは失敗した場合のディスプレイエラーのプログラムです。サーバ側から返ってきたメッセージを表示させます。こちらは処理が成功した場合のディスプレイリザルツのプログラムです。結果表示欄を指定しておきます。万が一、エラーメッセージを内包していたら、エラーの内容を表示させます。もし、返ってきた検索データが空欄だったら、その旨を表示させます。次に、検索結果を表示させる部分ですが、テーブルとして表示させます。はじめに、見出しとなるヘッダー部分を並べます。次に、検索結果のデータから1行ずつ読み取り、並べていきます。最後に、テーブルの末尾を記述して、結果表示欄に反映させれば終了です。こちらは、リセットボタンを押した時のプログラムです。各入力欄と結果表示欄を初期状態にします。これでプログラム全体の説明は終わりです。デプロイをするときは、Web アプリとしてデプロイします。URL が表示されるので、それを公開すれば運用することができます。これでこの動画は終了となります。お疲れ様でした。